宙の中心には何があるのでしょう。人類が何世紀もの間問いかけてきた基本的な疑問です。その答えへの道のりは奇妙なものでした。答えを紀元前3世紀のギリシャに見出すとしたら、夜空を眺め、見たままのことを信じるといいでしょう。アリストテレスこそがそれを実行した人物です。曰く、地球から眺めているのだから宇宙の中心は地球である。宇宙という球体を構成するのは4つの元素、土、水、空気、火であると。これらの元素が硬い透明な層に張り付いて回転している。動き回る惑星もそれぞれ透明の層に乗っかっており、宇宙の他の部分とそこにある星は最も外側に存在すると。時間とともに変化する空を見ると、この考えに納得してしまいますね。何世紀もの間、これがヨーロッパとイスラム世界の中心にありました。しかし、1543年、コペルニクスが別の説を提唱します。太陽こそ宇宙の中心であると発表したのです。この劇的な考えはあまり受け入れられませんでした。結局、アリストテレスの考えは見たままであり、合理的で都合が良かったのです。しかし、相次ぐ発見により、太陽中心説が注目され始めます。まず、ヨハネス・ケプラーが軌道は完全な球体ではないと指摘。次に、ガレリオが木星の衛星は地球とは無関係に回っていることを観察。その後ニュートンがすべての物質は互いに引き合っているという万有引力の理論を提唱。ついに人類は地球中心説を放棄する羽目になったのです。コペルニクスの直後、1580年代にイタリアの修道士、ジョルダーノ・ブルーノが他の星も惑星を従えており、宇宙は無限であると唱えました。この考えは受け入れられず、ブルーノは火あぶりの刑に処せられました。数世紀後に哲学者ルネ・デカルトが可動説というものを唱えます。宇宙はいくつもの渦から成り立っており、渦の中心に個々の星があるという考えです。やがてアリストテレスが想像したよりもずっと多くの星が発見されます。ウィリアム・ハーシェルらの天文学者は高性能な望遠鏡を使い、我々の太陽は天の川にある星の一つであると発表しました。さて、夜空にかかるもやは他の銀河です。銀河系と同様に巨大ですね。我々は想像以上に中心から離れているようです。1920年代に入り、星雲の動きが研究対象となります。ドップラー効果では近づいてくる光の波長は短く、遠ざかる光の波長は長くなります。ここで観測されたのは長い波長だけ。何もかもが高速で遠ざかっていたのです。この観測結果はビッグバン理論の重要な証拠の一つとなっています。この理論によると、宇宙のすべての物質はかつて無限の密度を持った粒子でした。つまり宇宙はそれ自体が中心にあったと言えます。しかし、中心という発想はありえません。無限の宇宙に中心は存在しないからです。ビッグバンは宇宙内部での爆発というだけでなく、宇宙そのものの爆発なのです。我々の観測能力は限られていますが、外の宇宙に何があるのかと思索し、夢を見る能力に限界はありません。今日までの常識は明日変わるかもしれません。大勢の思索家が行ってきたように、時に大胆な推量が驚くべき答えを導き、さらに複雑な疑問を呼び起こすのです。まだまだ宇宙のことを知りたい？そんな方には、科学や哲学、そして宇宙の謎を深掘りできるこの動画がおすすめです。ぜひチャンネル登録してご覧ください。